さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、なんと簡単で本格的なティラミス、こちら紹介したいと思います。最後まで作らなってください。では行きましょう。お願いします。はい、これ今日の型なんですけど、これ100円ショップに売ってる耐熱のお皿に、こうやって紙を引いてあります。このお皿は何でも大丈夫なので用意しておいてください。はい、これ今日のスポンジ別立てなので、これ卵黄と卵白に分けたいと思います。こっちが大きい方がメレンゲにするので卵白で卵黄です。分けておいてください。はい、これスポンジのバターの代わりなんですけど、ココアの中にこれ牛乳を入れてもらって、で事前にこれよく混ぜておいてください。これを予熱してあるオーブンの上に置いといて、ちょっと温めとく感じですね。この後泡立てて混ぜるのに使っておくんで、これは事前にこうやってやっておいてください。はい、これさっき割った卵白なんですけど、ここにお砂糖を全部入れてください。3回に分けたりとかする必要ないので、一気に入れて、でちょっとなじませて泡立てていきます。はい、泡立ちました。これ目安なんですけど、見てください。傾けても動かないぐらいにしっかり泡立ててください。はい、泡立ったら卵黄入れます。ほら、全然動かないぐらいメレンゲはしっかりしてるので、これぐらい立ててください。でこれいつものこう下から上下から上っていう感じで混ぜて、すぐこうやって馴染むので、ある程度馴染んだらふるっといた粉ですね、これ一気に加えます。事前に必ずふるっといてくださいね。ダマになっちゃうので。これも下から上下から上ってボウルに沿わせて混ぜていってください。はい、ある程度混ざったらさっき温めといたココアを入れていきます。はい、これちょっと硬さが違うんで、これ少しだけ取ってこっちに入れます。で事前にちょっとこうなじませといてあげてください。そうすると綺麗に混ざりやすくなるので、これ結構やり方おすすめです。これね、生地が潰れちゃってもこっち側は全然いいので、これをこっちに入れてあげます。はい、今こんな感じですね。でこれ生地が潰れちゃうとか、一切気にしなくてしっかり混ぜた方がいいので、下から上下から上って言ってこうやって混ぜていってください。でたまにこうやってゴンベラについたのを取って、でさっきまでまばらだったのがこうやって一色になれば生地は完成です。これを型に流して焼いていきます。はい、これ生地流したらこれで焼いていきます。さあ焼けました。いい感じです。はい、これシロップなんですけど、これお砂糖にこれインスタントコーヒーですね、全部入れて、あとお湯も全部入れるだけでこれはもう完成です。あとこれ少しちょっと溶いておいてもらえたら、シロップはこれで OK なんで、ここまで用意しておいてください。はい、じゃあちょっとクリーム作っていくんですけど、まずこれ卵黄だけ使いたいので、卵白はこっちで卵黄を取っていきます。はい、これ今卵黄に全部お砂糖を一気に加えます。でこれに牛乳とか生クリームを入れて作るなんかこうカスタードソースみたいなアングレーズとかボンブっていうのがあるんですけど、それ結構失敗しやすいんですね。で今回それ裏技で、これ粉をちょびっとだけ入れます。でこの粉は粘りを出したいとかじゃなくて、実は火を入れるときにちょっとだけ粉が入ってると焦げたりしなくなるんですね。なので今回ちょっと入れてます。あとこれ牛乳ですね、これも冷たい状態で入れて混ぜます。材料としてはカスタードクリームみたいな感じなんですけど、あんなにこう粘りを使うんじゃなくて、あくまでさらっとしたソースを作ってる感じです。でこれラップをして600ワットで温めていきます。はい、これ今3回やったんですけど、熱いんで気をつけてください。こうやってちょっとだけとろっとしてきます。でここでしっかり混ぜて、まだあと1回やっていきます。さあこれ炊き終わったやつですね。ちょっとこうやってしっかり滑らかになるように見えますかね。
ちょっととろっとしてるんですけど、しっかり混ぜて全部が同じ状態になるように攪拌してください。ほら、こんなクリーム状になったらバッチリです。はい、これ合わせる用の生クリーム泡立てていきます。さあ、これぐらいの生クリームを使っていきたいと思います。はい、これさっきの卵黄のクリームですね。ここにマスカルポーネを一気に入れちゃいます。で、マスカルポーネ入ったら、もうさっき生クリームを泡立ててたミキサーで、低速ですね、混ぜていきます。はい、結構簡単にクリームになるので、これでやってみてください。この後生クリーム合わせていきます。はい、混ぜ残しがないかこれでゴムベラでしっかり見たら、さっき泡立てた生クリームですね、一気に入れちゃってください。はい、で今クリームと生クリームがこうやって一緒になった状態ですね。で、そしたらさっき作ったシロップですね、コーヒーシロップ。これ結構ポイントで、ここでシロップ入れといてあげると、後で組んだ時にクリームと生地のバランスがすごい良くなります。なんかね、一体感があるような味わいになるので、ここでちょっと入れとくのが実はポイントです。あとはもう気にせずこれしっかり混ぜて、はい、これ2つが綺麗に混ざったら、このとろーっとした感じですね。とろーっとした感じ。これでクリームは完成です。はい、これ粗熱取れた生地なんですけど、紙剥がして半分に切っていきたいと思います。で、半分にスライスしたやつを型に敷いてシロップを染み込ませていきます。はい、これ事前に作っといたシロップなんですけど、これをたっぷりですね、もうびっくりするぐらいたっぷり染み込ませていってください。こんな染み込まないんじゃないかなって思っちゃうかもしれないんですけど、それぐらいティラミスはスポンジに染み込ました方が美味しいと思います。で、一応ちょっとね、半分ぐらいは目処になんで測ってます。これ今染み込ましたんですけど、目安としてはもうめちゃくちゃジューシーになるように、見てください、ジュワッと、ほらちょっと押すとこうジュって出るぐらい、もう最大に染み込ましてください。それが美味しさになるので、ちょっと多いかなと思うんですけど、必ずめちゃくちゃ染み込むようにやってみてください。この後また続きやっていきます。はい、次クリームですね。これも半分ぐらいなんで測って入れていきます。大体でいいですよ。はい、それでこの後残った生地を乗せていきます。あとはこれ冷蔵庫で冷やし固めたいと思います。はい、これ完全に冷えたら、あとココアを振って完成ですね。これなるべく薄くかけたいんで、ちょっと周りからいくんですけど、さあ、できました。見てください。めちゃくちゃ綺麗ですよ。これでティラミス完成です。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、食べてみたいと思います。お、シロップがすごい。うまい。けど皆さんが思っている多分想像をはるかに超える美味しさですよ。うまいね。本当にうまい。さあ、これポイントのおさらいですね。もうポイントは、これスポンジにシロップ、コーヒーのシロップいっぱいあったじゃないですか。これ多分見た時に、ちょっと多すぎるんじゃないかなって思うと思うんですよ。でも信じて、もうめちゃくちゃ打ってください。これ見たら分かるんですけど、ちょっと見せれないんですけどね、全然染み込んでるんですよ。中から出たりしてなくて、ちゃんとスポンジ吸うんで、ぜひやってみてください。あとは、これ組んだ後に、こうしっかり冷蔵庫で冷やすと、シロップも吸って、クリームもガチッと硬くなるので、必ず食べる前はしっかり冷やしてくださいっていうのがポイントです。ありがとうございます。皆さんぜひ僕コーヒー最近ハマってるんで、皆さんのおすすめのコーヒーコメント欄に入れてくれると助かります。ちょっとそれね、飲んでみたいと思うので、ぜひそこもお願いします。今回も最後までありがとうございます。
コメント、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。